前回のあらすじ。大韓帝国は1855年に開国し、周辺国に先駆けて近代化を開始した。韓新戦争、韓露戦争、第一次世界大戦で勝利することで、アジア唯一の近代国家にまで上り詰めた。しかし国内では政治不安と経済低迷が続き、政府に対する国民の信頼は徐々に揺らぎ始めていた。1936年、穀物法の制定に反対した日本人社会主義者の松倉次郎が艦上を巡回中だった大韓帝国皇帝に対して爆弾テロを実行。皇帝は無事だったが、これにより国内の不満が一気に表面化。皇帝新政を唱える行動派が決起し、文民政府打倒に向けて動き出すのであった。アンニョン、ずんだもんなのだ。どうも万別花丸だよ。というわけで前回に引き続き、ザ・ラストエンパイアの大韓帝国プレイの続きをやっていくのだ。前回は確か最後に行動派が決起してキム・ヒソン内閣を倒そうとしてたよな。そうなのだ。今回はその続きなのだ。果たして行動派とキム・ヒソン内閣はどうなってしまうんだ。現在合同派は艦上の議会に向けて進軍中。それを迎え撃つは統制派大将のイガンだよ。イガンは艦上に向かう途中に行動派が来るところを事前に察知して迎撃する構えなのだ。首都を防衛するこの衛兵と協力するらしいし、もしかしたら行動派に勝てるか。結果としては統制派が行動派の部隊を鎮圧。無事に行動派のクーデターを阻止することができたのだ。これにて一件落着。晴れて文民政府復活だな。あ、ダメ。このような事態を起こしたキム・ヒソン内閣を行動派が許すわけないし、皇帝からも追放令が出されて無事に内閣終了のお知らせなのだ。悲しいな。てか待てよ。確かに皇帝をあんな目に合わせた警備サイドにも問題があるけど、元はといえば日本人の爆弾テロがなければこうもならなかったのでは。まあ確かに。だとしたら日本政府は今すぐ謝罪しろよ。実は非常に言いにくいんだけど、ちょっと前に日本の実質トップだった徳川義久が暗殺されたのだ。どうやら日本は日本で皇帝暗殺未遂事件の後のボタボタをうまく処理できなかったみたいでね。226事件で国内が不安定になっている間に、日本では砂漠派と維新派で第三次内戦が勃発したのだ。国内のクーデター未遂の処理に追われているうちに日本では内戦か。ちなみに徳川は大韓帝国と仲良しなので、相対的に維新派とは仲が悪いのだ。じゃあアジアの友人である徳川を助けるために今すぐ日本に行軍を派遣すべきでしょう。そんなこと言ったって今は内閣が倒れて正式な首相が不在だし、戦争なんか始められるわけないよ。ぐんぬんぬ。しかも合同派が決起している間に、日本とは別に中国でも動きがあったのだ。はあ、第二次北伐。漂亮的旗子，漂亮的号角，战斗的航天是他快乐的家，一心一意热爱的祖国，能把生命去。おかしいな。何もしてないのに東アジアの秩序が壊れてく。徳川が降伏した。早いとこ次の首相を決めて何とかしないと。安心するのだ。次期首相候補についても徐々に決まりつつあるよ。一体誰なんだ。統制派のイガンが急速に頭角を現してきたのだ。彼曰く皇帝に早期選挙を実施するように上奏し、その後新韓青年党から選挙に出るそうなのだ。新韓青年党ってあのファシスト政党をあんな弱小政党から出て勝てるのかね。どうやら裏工作をして他政党を解散させるらしいのだ。何それは。まあいずれどうなるかはわかるよ。嫌な予感しかしない。まさか五条統合法案がこのような影響を及ぼすとは思いもしなかった。こうなることが分かっていれば、もしかしたら。醜い妄想を続けていたが、突然止まった。かなり動揺していたことに気がついたからである。日本が反乱を起こしたことは想定内であったが、まさか軍内からも反乱が起こるとは思いもしなかったからである。それでも仕事を続けなければならない。正直に言って皇帝には深く失望した。民主党の後始末を我々が主導的に行う方がはるかに良い選択であった。しかし現在の状況はどうか。どう考えても無党派層が支持する新韓青年党が早期選挙で圧勝し、政権を掌握するはずだった。我々には準備が必要であり、
これは私だけができたことだった。キム、ギュシクは弱く、アン、チャンホは純木すぎたからであった。その時外からドアをノックする音が聞こえてきた。当主様、夕飯のお時間です。ドアが開いた。しかし何もなかった。ただ、使用人の姿だけが目に入った。お前、今何をしている？夕飯はどこにあるんだ？彼は何かを握っていた。それは刃物で、目的は明確だった。使用人は私に向かって刃物を振りかざしたが失敗した。私はドアを開けて廊下に出たが、廊下の明かりは消えていた。そして2人の足音が聞こえてきた。なんだ、まだ生きていたのか。この野郎、仕事もまともにできないのか。銃口を向ける2人を見つめながら、私はおそらく最後の言葉をつぶやいた。民の権利を守れない国には忠誠を尽くす必要はない。なるほど、野党大関東党首の暗殺ね。これがガンの裏工作なのか。いやいや、これはあくまでも暴漢による殺害事件なのだ。だって調査委員会もそう言ってるし。ほんとか？南下チンタオの大韓帝国占領地で中国軍の制服を着た奴らと銃撃戦が起こったらしいぞ。大韓軍4名の死者が出てるな。これはこの世界における露光橋事件か？今すぐ軍隊の用意なのだ。落ち着いて。今回のチンタオにおける聖堂襲撃事件は諸列強の仲介によって戦争回避ができたから。なんだ、それは残念なのだ。そして今回の事件を受けて真っ先に動いたのはガン。今回の襲撃事件で亡くなった軍人を弔う演説を艦上で行ったようだな。いやちょっと待って、下の方に衝撃なことが書かれてるんだけど。それで処理は確実に済んだのかって。これ完全に中国軍がやったと見せかける偽装工作じゃん。この演説により国内では華僑排斥運動が巻き起こったのだ。本当に倒すべき相手が誰なのか国民は知る由もないな。華僑排斥運動の第一弾として我々は中国系の財産をどうするか決めるようなのだ。全部ぶっ潰すか財産を没収して人を辺境に送るかのどちらかを選択できるようだな。もちろん政治力をたくさんもらえる全部ぶっ潰す方の選択肢を選ぶのだ。まあそうなるわな。でもちょっとやりすぎなのでは。全くの無実の人まで殺されてるんだけど。確かにそうだな。早いところ押さえとかないと面倒なことになるのだ。そして国内で華僑排斥運動が繰り広げられる中、ついに選挙が実施。結果として新韓青年党は大躍進を果たしたのだ。やはりそうなるか。一方の大韓党は4割程度の議席数。前回与党の民主党は2割も取れなかったとのこと。新たな首相はガンなのだ。陸軍出身で少々不安だけど、うまくやってくれることに期待だな。一方の華僑排斥運動では中国系住民の居住区域制限についての論争が巻き起こっているのだ。朝鮮半島内で居住できること自体を不快に思ってるのか。政府としては今後北満州の4省のみに居住させることにするよ。これも片方の選択肢もまあまあひどくて、どっち選んでも地獄なんですけど。南下華僑排斥運動が終焉を迎えたぞ。どうやら皇帝自らがこれ以上の華僑排斥運動を望まないようなのだ。よかった、これにて一件落着。ただ朝鮮民族を除く全ての帝国の人々はこの出来事を最後まで記憶するでしょうと書かれているのだ。やっぱこれで中国人との対立は決定的なものになったな。でも中国人にヘイトを向けさせたことで政権は安定したのだ。敵を作ると簡単に支持率が上がるんだな。世の中の状況が混乱していると言っても、ここ数ヶ月の混乱を乗り越えるのは困難だった。昨年の1月、日本の内戦があり、翌月には軍内で反乱が発生した。ようやく鎮圧したと思ったら、奥中央が暗殺され、新韓青年党と大韓党が台頭した。民衆は政治への期待を捨て、今日を生きることに集中した。彼らにとって重要なのは、国際貿易競争や東北アジアにおける大韓の位置づけだけだった。中国との国境付近に駐屯する第25歩兵師団でも、このような政治的無関心が蔓延していた。兵士たちにとって重要なのは今日の夕食だった。しかし、第3歩兵大隊の2等兵が店舗に現れず、緊急事態が発生した。上部に報告された後、連隊長キム・オジンは、この行方不明が中国軍による可能性を指摘し、全大隊を招集した。その後、両国は国境で対峙し、中国軍は警戒しながら理由を尋ねたが、韓国軍は兵士の捜索を理由に挙げた。これは明らかに中国人の仕業だ。午前4時、キム・オジンは中国軍を攻撃するよう命令し、これにより両軍の交戦が始まった。しかし皮肉なことに、実は行方不明になっていた兵士は捜索隊に戻っていたのである。連隊長、本当にこれ発砲してもいいのでしょうか？あわわわ、やばいやばいやばい。
中国の北京政府と南京政府との間で戦争が始まっちゃったのだ。これもまた裏工作かな。いや、今回は裏工作ではなく現場のミス。とりあえず戦争が始まったのだ。開戦早々に中国の処分閥は中華統一戦線を結成。まあ所詮は右往の衆に過ぎないのだ。ニュースでも韓中戦争についてが伝えられたな。パート2の10分でようやく本格的な戦争なのだ。本格的とは言っても最新式の武器を持つ帝国陸軍の相手ではないだろう。そうだな、3ヶ月で勝ってみせるのだ。ついに始まった韓中戦争。さあさあ戦線の様子はどうかな。なんか微妙なのだ。どうも中国軍はこの戦線の狭い箇所に師団を集中させて突破されないようにしている模様。あかん、このままじゃ3ヶ月で中国を降伏させるという計画が破綻する。安心するのだ。我が大韓帝国は陸軍だけでなく海軍もアジア最強。山東半島および上海に強襲上陸するのだ。おお、陸からだけでなく海からも侵攻をすればたちまち中国軍は瓦解するだろうな。直ちに朝鮮半島で待機させていた師団も派遣させるのだ。同時に琉球にも参戦要請をして東シナ海での中国の貿易を遮断させるよ。まさか3カ所から強襲上陸されるとは想定していなかったのか。中国軍は全くいないな。北京方面は全く進めていない代わりに山東半島からの戦線はかなり優勢に進めているのだ。やはり我が軍は最強だな。そして現在は山東半島からモンゴル国境まで折り押しで進行中。なるほど、北京周辺にいる敵師団を包囲するんだな。そういうことなのだ。20師団くらいは包囲できたかな。ここで北京を占領。少々中国軍の軍入に苦戦したけど順調ではあるのだ。順調なのは良いけど軍隊の一部が略奪行為をしていると報告が入ったぞ。まあこの戦争に勝てさえすれば問題にならないのだ。それでいいのか。1938年1月には北京に続き南京も占領。当初の3ヶ月で中国に勝つとは一体どうなったのか。それは相当。南京占領時にもまた略奪行為が報告されたぞ。血気盛んだな。そんでもって現在は南京と北京を占領して福建省に進行中。いくつかの箇所で敵軍を包囲できてるな。その後は敵軍の数も減ってきたのか臨時首都の広州近郊まで進行できたのだ。武漢付近でまたまた大規模包囲。20師団くらいは包囲できたかな。そしてあまり動きのないモンゴル方面でも包囲できそうなところは包囲してるのだ。こっちも10師団包囲できたな。敵臨時首都の広州は守りが固かったからもう広州ごと包囲するのだ。大胆。これでまた20師団くらいは包囲できたのだ。広州の包囲をしつつさらに雲南方面にも積極的に攻めていくよ。こりゃ降伏するの持ちたいな。おい、なんか連立政権の主演とか言ってるぞ。韓中戦争が長引いている不満から大韓党が連立を解消して内閣が崩壊したのだ。はあ、じゃあガンはどうなったんだ。残念ながらガンは首相を辞任したのだ。バイバイガン。首相は残念ながら変わってしまったけど戦争の方はまだ続くのだ。臨時首都広州の次は昆明に首都を移したのか。あいつらどんどん内陸に首都を移して最後まで戦うつもりなのだ。そして韓国軍が雲南で地獄の戦いをしている間欧州では第二次世界大戦が勃発。世界が燃えているな。1ヶ月後にはドイツがポーランドを撃破していたのだ。大韓帝国もこのバスに乗り遅れるな。ようやく中華民国北京政府の方が降伏したぞ。めっちゃ時間かかったのだ。まさか最後の1周まで全て占領しないと降伏しないとは思わなかったよ。あとは雲南に立てこもる中華民国南京政府だけだな。もはや師団も工場もゼロなのに今だ降伏しないのだ。ここで大韓帝国が物量インドシナに進駐したよ。これでゴム資源が大量に手に入るな。そして1940年8月11日中華民国南京政府最後の都市の南寧を占領することでようやく韓中戦争が大韓帝国の勝利で終結したのだ。그러면 아시려니와 내가 말한 것은 제일 기묘하고 제일 기쁜 소식입니다. 자세히 들어서 다른 동포에게 일일이 전하죠. ついに大韓帝国は中国に打ち勝ったのだ。とうとうここまで来たか。一時はどうなるかと思ったが。しかしまあ中国人は未だ一部で抵抗を続けているのだ。このままでは統治に支障が出ることが予想されるから中国は分割統治を実施するよ。うわぁ、
めっちゃバラバラにされてる。にしてもこの分割のされ方、どっかで見たことがあるような。さあ、何のことかよくわからないのだ。次回大東亜戦争、お楽しみに。